こんにちは、サリーです。今日は心音の聴診についてです。こんなこと言ったら看護学校の先生に怒られると思うんですけど、学生の時に心音の聴診について習った記憶がなかったんですね。でも帰省した時に看護学校で使ってたものを見返してみたらちゃんと習ってました。習うことが多すぎていろんなことを詰め込むから記憶にないだけなんでしょうけど、過去問見たら国試に出てるんですよね。学生さんは国試対策を始めてる時期だと思います。臨床に出ても病棟によっては必要になります。解剖から理解できるようにお話しするので、ぜひ最後まで見ていってくださいね。心臓の位置についてです。心臓は縦隔の下部にあります。簡単に言うと、左右の肺に挟まれた部分のことです。右3分の1は正中線の右側。左3分の2は正中線の左側にあって、高さは第2肋間から第5肋間です。正中線は体の中心を通る縦線のことです。上端はほぼ第2肋間の高さで、心底部または心基部と言います。臨床領域では第3肋間より上の部分の大動脈と肺動脈が出る場所を心底部と言います。上にありますが心底部というので気をつけてくださいね。心線の位置は文献によって書き方が様々です。例で3つ挙げます。1つ目は第5肋間と鎖骨中線が交差するあたり、ここら辺ですね。肋骨の数え方がわからないよっていう方もいらっしゃると思うので、少し説明をします。肋骨は第1肋骨がここ、第2肋骨がここ、第3肋骨がここ、第4肋骨がここ、第5肋骨がここ、第6肋骨がここ。肋間は肋骨と肋骨の間なので、第1肋骨と第2肋骨の間が第1肋間で、第2肋骨と第3肋骨の間が第2肋間、第3肋骨と第4肋骨の間が第3肋間、第4肋骨と第5肋骨の間が第4肋間、第5肋骨と第6肋骨の間が第5肋間になります。肋骨の数え方は大丈夫ですか？2つ目は左の第5肋間の高さで正中線から8から9センチ。3つ目は左第5肋間で鎖骨中線の約1センチ内側とあります。書き方は違いますが、言っていることはほぼ同じなので、左の第5肋間の高さで鎖骨中線付近と覚えてください。次に各弁の位置についてお話をします。この絵は心臓の表面から見た弁の位置です。皆さんが見慣れているのは心臓の断面図の絵だと思います。この絵ですね。私初めて見た時、どれがどの弁って思ったんですね。全然わかんなくって、皆さんわかる方もいらっしゃると思うんですけど、肺動脈弁、大動脈弁、三線弁、僧帽弁です。弁はこの位置にありますが、実際の聴診部位は違います。弁がある位置を聴診するのではなく、弁よりも血流の下流側で聴診します。血液が流れる方向の弁の延長線上を聞くと考えてください。どういうことかわからないって方もいると思うんですけど、今から詳しく説明をしていきます。聴診部位についてです。心臓の位置には個人差があったり、心疾患があると心臓の形態的変化が起こるため、聴診領域は目安になるんですけど、赤が大動脈弁領域、青が肺動脈弁領域、オレンジは三線弁領域または右室領域と言います。僧帽弁領域または左室領域と言います。各弁を聴診するのに代表部位があります。大動脈弁領域は第2肋間胸骨右縁を聴診します。第2肋骨と第3肋骨の間が第2肋間で、右縁は胸骨の右側の端のことです。ここは大動脈弁の閉鎖音が聞こえます。肺動脈弁領域は第2肋間胸骨左縁です。第2肋骨と第3肋骨の間が第2肋間で、胸骨の左端のことです。ここは肺動脈弁の閉鎖音が聞こえます。
L 部領域は第3肋間胸骨左縁を聴診します。第3肋骨と第4肋骨の間が第3肋間で、胸骨の左側の端のことです。L 部領域は大動脈弁領域と肺動脈弁領域が重なる領域で、1音と2音が同じボリュームで聞こえる部位です。1音は三尖弁と僧帽弁の閉鎖音で、2音は肺動脈弁と大動脈弁の閉鎖音のことでしたね。L 部領域は大動脈弁閉鎖不全症 AR の心雑音が聞こえる部位でもあります。三尖弁領域は第4肋間胸骨左縁です。第4肋骨と第5肋骨の間が第4肋間で、胸骨の左側の端を聴診します。ここは三尖弁の閉鎖音が聞こえます。僧帽弁領域は第5肋間左鎖骨中線上を聴診します。第5肋骨と第6肋骨の間が第5肋間で、鎖骨中線は鎖骨の真ん中から体に対してまっすぐ下に下ろした線のことです。第5肋間と左鎖骨中線が交わる位置が第5肋間左鎖骨中線上です。ここは僧帽弁の閉鎖音が聞こえます。ここまでが基本的な聴診部位ですが、実際に国試で出たこの絵を見ても、どこがどこなのかなってなると思います。そうならないためにも、解剖から大雑把に覚えていきましょう。そしたら聴診部位を丸暗記しなくてもわかるようになります。大血管につながる肺動脈弁が青い丸、大動脈弁が赤い丸です。こちらの絵でいくと、肺動脈弁はここです。ちょっとわかりやすく同じように丸を置きます。大動脈弁がここですね。構造上、肺動脈の方が高さが上で前側にあります。大動脈は肺動脈の後ろ側にあります。三尖弁が黄色い丸、僧帽弁が緑の丸の位置にあります。こちらの絵でいくと三尖弁はここ、僧帽弁はここですね。肺動脈弁、大動脈弁、三尖弁、僧帽弁。位置は大丈夫ですか？なんとなく弁の位置関係が分かったら、次は血液の流れる方向を考えてください。曖昧だなって方は体循環と肺循環の投稿があるので参考にしてくださいね。右心の血液の流れは、右心房から三尖弁を通って右心室、右心室から肺動脈弁を通って肺動脈に向かって上方向に流れます。左心の血液の流れは、左心房から僧帽弁を通って左心室、左心室から大動脈弁を通って大動脈に向かって右斜め上に流れます。血流はこんな感じです。弁の位置と血流がなんとなくでも分かれば、この絵が出てきても分かると思います。大事なポイントとして、弁の上に聴診器を当てるのではなく、血液が流れる方向の弁の延長線上に当てます。弁を通ってきた血液を待ち伏せして聴診するイメージです。上2つの聴診部位から考えていきましょう。この聴診部位は肺動脈弁領域か大動脈弁領域のどちらかです。血液の流れを考えると、左心室から大動脈弁を通って大動脈に流れる血液は右斜め上方向に行くので、右上のこの聴診部位は大動脈弁領域です。右心室から肺動脈弁を通って肺動脈に流れる血液は上方向なので、左上の聴診部位は肺動脈弁領域です。この2つは迷うところだと思うので、左下のこの緑の聴診部位からいきましょう。左心房から僧帽弁を通って左心室に血液が入りますね。血流方向の弁の延長線上を聴診するので、ここは僧帽弁領域です。僧帽弁は心線部と覚えておくといいですね。残ったこの2つの領域は L 部領域か三尖弁領域です。この2つの領域結構迷われる方多いと思います。私最初全然わからなかったので、自分で考えに考えて覚えた方法が2
2つあります。1つ目の覚え方は、エルブ領域は大動脈弁領域と肺動脈弁領域が重なる領域なので、大動脈弁領域と肺動脈弁領域が近い方と覚えました。で、2つ目が正しい覚え方かって言われたら違うし、伝わるか不安なんですけど、エルブ領域って1音と2音が同じボリュームで聞こえるところでしたね。1音は三尖弁と僧帽弁の閉鎖音、2音は肺動脈弁と大動脈弁の閉鎖音です。1音と2音が同じボリュームで聞こえるから、エルブ領域は真ん中にあるって覚えました。2音の肺動脈弁の閉鎖音と1音の三尖弁の閉鎖音が間にいれば同じボリュームで聞こえるやんって思ったんですね。なのでエルブ領域がピンク、三尖弁領域が黄色です。上が肺動脈弁領域、下が三尖弁領域、同じ大きさで聞こえるから真ん中がエルブ領域と覚えました。皆さんはエルブ領域を理解された時どういう風に自分の中に落とし込んだのかと、人に教える時にどんな風に教えてるのかを教えていただきたいです。皆さんで学びを深めていけたらなと思っているので、ぜひ教えてください。よろしくお願いします。混乱している方もいると思うのでまとめますね。まず三尖弁領域の聴診です。三尖弁領域の聴診は三尖弁の上に聴診器を当てるのではなく、血液が流れる方向の弁の延長線上に当てるので、第4肋間胸骨左縁を聴診します。肺動脈弁領域も同じように聴診するので、肺動脈弁の延長線上第2肋間胸骨左縁を聴診します。僧帽弁領域も同じ考え方で、血液が流れる方向の弁の延長線上第5肋間鎖骨中線上を聴診します。新線部と覚えるといいですね。大動脈弁も同じ考え方で、血流方向の弁の延長線上第2肋間胸骨右縁を聴診します。エルブ領域は大動脈弁領域と肺動脈弁領域が重なる領域で、第3肋間胸骨左縁を聴診します。次は心雑音がある場合の聴診部位についてです。屈出性収縮期雑音は心室から拍出される時の乱流で起こるので、大動脈弁狭窄症 AS、肺動脈弁狭窄症 PS で聴取されます。大動脈弁狭窄症では第2肋間胸骨右縁で一番よく聞こえます。肺動脈弁狭窄症は第2肋間胸骨左縁で一番よく聞こえます。一番よく聞こえる聴取部位を最強点と言います。逆流性収縮期雑音は心室から心房への逆流などで起こるので、三尖弁閉鎖不全症 TR や僧帽弁閉鎖不全症 MR で聴取されます。三尖弁閉鎖不全症は第3から4肋間胸骨左縁で一番よく聞こえます。僧帽弁閉鎖不全症は心線部で一番よく聞こえます。逆流性拡張期雑音は動脈から心室への逆流などで起こるので、大動脈弁閉鎖不全症 AR や肺動脈弁閉鎖不全症 PR で聴取されます。大動脈弁閉鎖不全症は第3肋間胸骨左縁エルブ領域で一番よく聞こえます。肺動脈弁閉鎖不全症は第2肋間胸骨左縁で一番よく聞こえます。病態や程度によって聴診部位は変化するので注意してくださいね。今日のお話はどうでしたか？わかりやすかったよって方はいいね、チャンネル登録よろしくお願いします。心音と心雑音、体循環と肺循環の投稿があるので、合わせてみていただくと理解が深まります。次回は肋骨、肋間の探し方についてです。ぜひ見てくださいね。